本動画の結論。クリアリティプリントバージョン 5.1 がついに日本語対応、マルチカラー機にも対応した超進化スライサーソフト。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんはクリアリティプリントを使われますでしょうか？クリアリティプリントとはクリアリティ社さんが提供しているスライサーソフトです。主にクリアリティ製プリンターと一緒に使われることが多いです。これまでは日本語は非対応だったんですが、バージョン 5.1 になったことでついに日本語に対応しました。それ以外にもバージョン4から比べるといろいろなところが変更されています。そこで今回は 5.1 のソフト構成や機能など私なりに解説できればと思います。これまで日本語非対応で敬遠していた方や使い方について知りたい方などはぜひ最後までご覧ください。それでは本動画のメニューは以下の通りです。1、ダウンロードとインストール方法について。2、大きく変わった画面の構成について。3、スライス処理、プレビュー画面について。4、プリント処理、デバイス管理について。以上4つを詳しく解説していきます。それでは1つ目のダウンロードとインストールについて解説していきます。まずインストールはクリアリティのウェブサイトにアクセスしてダウンロードします。URL は概要欄に貼っておきます。対応する OS を選択します。今回は Windows を選択します。するとファイルが1つダウンロードされますので、完了したらファイルを実行します。もしファイルが見つからない場合は、Explorer でダウンロードフォルダ内を確認してみてください。ウィザードが表示されたら次へをクリックします。同意するをクリックします。インストール先を確認し、次へをクリックします。インストールするコンポーネントにチェックを入れ、インストールボタンをクリックします。特にこだわりがなければ、そのままインストールボタンをクリックします。完了ボタンをクリックします。クリアリティプリントが起動しますので、そのまま待ちます。言語を選択する画面が表示されます。このバージョンから日本語を選べるようになったので、今回は日本語を選択します。OK ボタンを押すと、お使いのプリンターを選択する画面が表示されます。現在のところ、K1C、K2 プラス、K1、K1MAX、CR10SE、Ender 3 V3、V3 プラス、SE、KE のように最近の機種を選ぶことができます。追加したいプリンターにチェックを入れて OK ボタンをクリックします。複数台登録することも可能です。選択が終わるとこのような画面になります。パッと見、バンブースタジオに似ている気がしました。K2 プラスがマルチカラー対応なので機能的に似てしまうのかもしれませんね。あと、新規でインストールする場合は大丈夫ですが、アップデートした場合は前のバージョンが残っている可能性があります。アンインストールする場合は、設定からアプリ、インストールされているアプリで旧バージョンをアンインストールすることができます。前のバージョンで作ったパラメータを消したくない場合は、しばらく残しておいた方がいいかもしれませんね。それでは2つ目の大きく変わった画面の構成について解説していきます。バージョン4と比べると結構変わりましたね。あと画面の右端ですがちょっと切れちゃっています。操作に支障はなさそうですがちょっと見づらいです。それでは各画面の説明をしていきたいと思います。要所要所でバージョン4からの変更点なんかも解説できればと思います。左上のアイコンをクリックするとプリンター情報が表示されます。プルダウンをクリックし、プリンターの追加ボタンをクリックすると、最初にプリンターを追加した画面を表示することができます。また、ペンマークをクリックすると、各プリンターの詳細設定を確認変更することができます。左側の項目で確認したい機種を選びます。また、タブごとに設定ジャンルが分かれているので、必要に応じてクリックします。例えば G コードの編集、ノズル系サイズの変更、ベースとなる速度を変えるというようなことができます。最新バージョンではノズルのタイプの変更、例えば真鍮、高加工、ステンレスのようなノズルの種類も選択できるようになっていますね。詳細設定のトグルをオンにすると、さらに細かい設定を変更することができます。設定を変更したら名前を付けて別名で保存することができます。ただ、元からあるデフォルトのパラメータには上書き保存することはできません。テンプレートがごちゃごちゃにならないように仕様変更されました。これは管理しやすくていいですね。続いてビルドプレートについてです。バージョン4と比較するとビルドプレートが結構リアルに表現されています。画面左上のプレートを追加のアイコンをクリックすると増やすことができます。こんな感じで何度も押すとどんどん増やすことができます。それぞれのプレートにはモデルを配置することができますので、関連するモデルが複数ある場合には1つのファイルで管理できるので便利です。上のツールバーはモデルを編集するための機能が並んでいます。
モデルのサイズや向き、個数や分割などの編集はこれを使います。マルチカラーにも対応したので色編集などもできます。それぞれの機能の詳細については今回は割愛します。また別の動画でご紹介できればと思います。次はフィラメントのテンプレートを確認していきます。画面左上のクリアリティのロゴマークをクリックし、ツールフィラメントを管理するを選択します。するとこのようにフィラメント管理画面が開きます。この画面ではフィラメントごとの設定、例えばノズル温度やファンの速度、リトラクトなどのベースとなる設定をすることができます。左側の項目にフィラメントのテンプレート名が表示されます。種類がかなり増えています。タブを切り替えるとファン、G コードなどの違う項目を設定することができます。詳細設定のトグルをオンにすると細かい設定項目まで表示されます。基本的にはテンプレートのまま使えば問題になりにくいですが、探求したい方はこれらの項目を調整することになります。また、プリンター管理のところと同様にデフォルトのパラメータに上書き保存することはできません。名前を付けて別名で保存しておきます。この画面は右上の×で閉じておきます。では実際にどのフィラメントパラメータを使うかを選択していく手順です。画面右上のフィラメントの種類をクリックします。初期値は PLA になっています。するとプルダウンメニューが表示されるのでクリックします。先ほどのフィラメントパラメータ一覧が表示されます。プリントで使う予定のパラメータを選択します。右側には設定されているノズルの温度、テーブルの温度が表示されます。色の部分をクリックすると好きな色を選ぶことができます。使うフィラメントの色に合わせておくと分かりやすいです。K2 プラスのオプションの CFS があれば、この同期ボタンをクリックすることでフィラメントの種類や色が自動で同期されます。実際にセットされているフィラメントを自動で読み取ってくれるので楽になります。フィラメントの種類を増やしたい場合はプラスボタンを押し、マイナスボタンを押すと減らすことができます。シングルノズルのプリンターであれば1つだけでいいんですが、 CFS ではマルチカラーに対応しているので、このように数を増やすことができるようになっています。ちょっと切れていて見にくいですが、歯車マークをクリックすると全てのフィラメント一覧表が表示されます。使わないフィラメントにもチェックは入っていますので、使う分だけにチェックを入れておくとフィラメントの表示数を減らすことができるのでスッキリします。続いてその下のオブジェクトについて説明します。ここには開いているモデルデータの情報が表示されます。例えばどのプレートに何のファイルが載っているかといった情報が表示されます。例えばこんな感じでモデルが密集してしまうとどのモデルがあるか分かりにくいですが、オブジェクト欄を見るとどのモデルが存在しているかを把握しやすくなります。また目のマークをクリックすると対象のモデルを非表示にすることもできます。色のマークをクリックするとモデルに好きな色を割り当てることができます。実際に使うフィラメントの色に合わせておくと見た目にも分かりやすくなります。続いてはその下のプロセス部についてです。ここは仕上がりに影響してくるパラメータ値を調整する場所です。例えば積層ピッチやインフィルの密度、プリント速度など多岐にわたる項目の調整をすることができます。ですがテンプレートのまま使えばおよそ大丈夫なので初心者の方でも問題ありません。グローバルを選択するとプルダウンメニューが表示され、あらかじめ用意されているテンプレートを選択することができます。機種によりますが前のバージョンよりもテンプレート数が増えていて、レイヤーの高さ 0.2mm 以外も 0.25mm、0.32mm なども準備されています。また、モデルを選択した状態でオブジェクトボタンをクリックすると検索窓が表示されます。ここに検索したいワードを入力するとその項目の場所を表示してくれます。例えば壁と入力すると外壁や内壁などの設定項目の候補を表示します。検索結果を選択するとその場所を表示し点滅してくれます。ただ点滅は短いです。調整項目がどこにあるかわからない場合や項目名だけ先に分かっている場合はこんな感じで探せるので便利です。ただ怪しい日本語もありましたのでうまく検索できないワードもあると思います。側面のタブは品質、強さ、速度、サポートなどのようにジャンルごとで分けられています。旧バージョンではワード表記でしたがアイコン表記に変わっています。またこのアイコンをクリックすると詳細の項目を表示することができます。表示される項目数が増えすぎるので慣れないうちは非表示にしておいた方がいいかもしれません。もし数値を変更した場合は保存をします。その場合はフロッピーアイコンをクリックします。好きな名前に変更し OK ボタンをクリックします。確認してみるとユーザー構成欄に追加されました。ここでもデフォルトのパラメータには上書き保存されないようになっています。
それでは3つ目のスライス処理プレビュー画面について解説していきます。画面下の上矢印マークをクリックすると、スライスプレートとすべてをスライスが表示されます。スライスプレートを選ぶと、選択しているプレートだけをスライスし、すべてをスライスを選ぶと、すべてのプレートがスライスされます。すべてをスライスは一括処理できて便利ですが、プレートが多い分、処理に時間がかかります。スライス後のプレビュー画面はこんな感じです。スクロールバーをスライドさせると各レイヤーを確認することができます。また、画面下にある横スクロールをスライドすると表示されているレイヤーの書き順を追うことができます。左上にはプリント時間やフィラメントの使用量が表示されます。その下のプルダウンをクリックすると、速度、構造、フィラメント、レイヤーの高さといったように視点を切り替えて評価することができます。この機能は旧バージョンにもありましたが、見やすくなっている感じがあります。左端にはそれぞれのプレートのモデルが並んでいます。モデルを選択するとプレビューを確認することができます。それでは4つ目のプリント処理、デバイス管理について解説していきます。プリントを実行する際は画面下の LAN 印刷の横にある上矢印をクリックします。Wi-Fi であれば LAN 印刷、USB メモリであればローカルにエクスポート、クラウドであればクリアリティクラウドにアップロードするを選びます。クリアリティクラウドはアカウントを取得すればプリントすることは可能です。また、デバイスの詳細画面はこんな感じです。画面上でエクストルーダーを移動させたり、ファンを回転させるなどのコントロールをすることができます。カメラがあればプリント風景を確認することができたり、撮ったタイムラプス映像は左下のエクスプローラーで確認することができます。ノズル温度、ビルドプレート、チャンバー温度の推移を確認することも可能です。ただ、このあたりは旧バージョンと大きな違いはなさそうでした。いかがでしたでしょうか？今回は日本語に対応したクリアリティプリントの最新バージョンをご紹介いたしました。各社ともスライサーソフトは進化していますので、また新たな情報などあればお伝えしたいと思います。なお、本動画内でお話に出てきた機器、備品、関連動画は概要欄でご紹介していますので参考にしてください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。